さあ、始まりました。アライブ2021最後のセッションとなります。基調講演です。早速ですが、本日の発表者を紹介いたします。左上から、CEO の中条さんです。中条です。よろしくお願いします。お願いします。今年で8年目ですが、いかがでしょう？そうですね。無事今年も開催できてよかったなと。オンラインではありますけど。去年ちょっと、すごい私が真面目な感じの基調講演になったんで、今年はちょっとこんな感じで楽しくできたらなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、キュビズムの佐藤さんです。お願いします。佐藤です。よろしくお願いします。佐藤さんはアライブ登壇、発表は何回かされてますよね。そうですね。3年前に1回やったので、今回で2回目ですね。はい。結構尺も取って、内容充実していると思うので楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、新島の上島さんです。よろしくお願いします。新島の上島です。よろしくお願いいたします。今回はあれですね、スタッフ座談会にもこの前にやったやつも出ていただいて、いかがでしたか？楽しく貴重な経験させていただきました。はい、じゃあ本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、クリエイティブスタジオ所属、シャーリー峯幸博士でよろしいでした？大丈夫でしたっけ？はい、合ってます。通称博士です。よろしくお願いします。はい、博士と呼んでください。よろしくお願いします。はい。アライブの登壇は初めてでいいんですよね？初めてですよ、もちろん。普段はね、塾の方で生配信をやってるんですけど、こういったね、硬いところに来るのは初めてなので、はい、しかも一人だけね、次元が1個違うということで、緊張してますが、はい、よろしくお願いします。はい、ワンコもいるのでね、一応。確かに。はい、2次元2人目ということで、はい、それで続きまして、企画制作の石川さんです。よろしくお願いします。はい、企画制作石川です。よろしくお願いします。石川さんは、アライブで発表したこと、今までありましたっけ？おそらく最初の初期ですね。はい。数回やったかなっていう程度で、かなり久しぶりです。6、7年ぶりって感じですかね。そうですね。そんな感じですね。はい、そして司会は私、東舘が務めさせていただきます。本日はこのメンバーで約1時間ほど基調講演を行いたいと思います。皆さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、見てる方でご存知の方は多いと思うんですけども、このアライブの基調講演って毎年結構固めというかプレゼンテーション的な感じでやってきたんですけども、今年新たにこの Zoom を使って、座談会形式プラス、各自のプレゼンという形でお送りしていきます。ライブ 2D 社のそれぞれの事業を担当するリーダーがここに集まっていますので、各事業の、現状だったり、あとは今後の展望ですね、についてお話しできればなと思っています。はい、それでは早速ですが、中条さんから、ライブ 2D 全体について発表をお願いします。はい、ライブ 2D の NEXT ということで、代表取締役の中条が務めさせていただきます。2021年のライブ 2D について、まずは見ていきたいと思います。ライブ 2D キュビズムのダウンロード数ですが、2021年では、キュビズムのダウンロード数が大きく飛躍したと。ダウンロード数は前年比 300%。で、特に海外が前年比 400% と成長を牽引してくれました。続いて、ライブ 2D キュビズムプロのサブスクリプション販売数ですが、キュビズムプロのサブスクリプションの受注数も前年比 274% と大きく伸びまして、で海外においては特に前年比 744% と大幅に増加したと。で、大部分を米国、アメリカが牽引してくれたという状況です。で、新型コロナウイルスの流行直後は少し業績落ちたりもしたんですけど、すぐに伸びていって、グローバル展開などが走行して、順調に成長しているという状況です。で、ライブ 2D ディスコードの英語のユーザー数というのを見てみますと、先ほどの海外クリエイター座談会でもあったんですが、米国を中心とした英語圏での成長が如実に大きく成長していると。
で、Discord のコミュニティのユーザー数は 2.4 万人を超えて、平均で毎日5件の制作依頼案件もその中でやり取りされているという状況です。続いて Live2D Cubism Pro のユーザーの利用用途について見ていきたいと思います。にじまライブを含め、VTuber 用途が Live2D の成長に大きく寄与しております。で、プロ版のユーザーの用途を見ても VTuber 用途が成長を牽引しているという状況です。続いて Live2D Cubism Pro のユーザーの属性ですが、特にフリーランスで業務として使っている人が増加して、エコシステムが広がっているのかなというふうになっております。続いてユーザーの年齢層ですが、20代を中心に若いユーザー層が増えており、10代から30代が約9割というふうになっております。で、10代の割合も少しずつ増えてきていて、昨年は4番目だったんですが、今年は3番目というふうになっております。で、教育機関での採用数ですが、若い世代に向けては教育機関での採用も広がっており、これまで164校、15,000を超える学生さんにライセンスを無償で提供しているという状況です。続いて SDK のライセンス契約数の累計を見ていきますと、フリーランスや VTuber 用途が成長の大きな要因ではあるが、法人向けの SDK ライセンスも堅調に伸びているという状況です。で、ゲームアプリを中心に法人での用途も確実に広がっております。続いて求人件数ですが、企業での Live2D 採用実績に伴い、関連の求人も飛躍的に増えているという状況です。前年比 225% となっております。続いて Twitter のエンゲージメント数ですが、月間ツイートが226万という状況になっており、順調に伸びていると。続いて、話題になるツイートも大幅に増えているという状況です。続いて Live2D の会社の NEXT というのを見ていきたいと思いますが、ヒーローであるクリエイターに支えられて2021年はキュビズム、にじま塾、映像制作などの事業を通じて飛躍的に成長できたと。2022年もご期待ください。各事業の状況や今後の展望についてはこの後詳しく発表していきます。新しい働き方の導入についてですが、Live2D 社全体としては去年の2月から本格的にリモートワークを実施しているのですが、2022年の1月から新しい働き方を始めるということを発表させていただいております。で、新しい取り組み、働き方の取り組みの例としては、リモートワーク、居住地域の選択、国内で、関東に限らず住んでいただくことができると。あと、在宅勤務の手当とか、出勤圏内、関東近県の手当だったりとか、機材を自宅に配送したり、オンラインコミュニケーションを促進するためのいろんなサービスとかを導入したりと、業務のデジタルトランスフォーメーションの推進なども積極的に進めております。はい、私からは以上となります。はい、ありがとうございます。はい、最後新しい働き方についての紹介ありましたけれども、あれですよね、Live2D 社は2020年、去年の2月から、原則リモートでやってきたので、もう、2年までいかないですけど、1年半以上、やってきましたけども、中条さん、創業15年目の大きい変化ですけども、なんか個人レベル、あるいは組織レベルで、なんかどんな影響ありましたかね。そうですね、最初やっぱり無理やりって感じはありましたけど、コロナ対策のために一気にやってしまえみたいな感じでやった結果、本当にリモートでもみんな活躍できているなというふうに思えるので、これはもう本当に全国に広げて、リモート中心で出社したい人は出社してもいいよみたいな感じで、コロナがしっかり落ち着いたら、そういう体制を作って、いいものを、いいプロダクトを作ってみんなに提供していけるような、新しい仕組みに移行できてきてるんじゃないかなというふうに思います。スタッフ座談会、この前にやったスタッフ座談会でも結構いろいろ働き方、チームによって違うなっていうところあったんですけど、
開発、制作、それぞれこう、リモートでのやりやすさ、やりにくさみたいなのあると思うんですけど、佐藤さん、そのあたり、なんかやってみていかがでした？そうですね。最初、リモート始めた、本当当初っていうのは、本当にその開発っていうのを今まで会社でやってたのが、その自宅でこうできるかなっていうところちょっとあったんですけど、だんだんとその設備とか、リモートしていくための設備とかが備わっていって、で、開発のその、スタイルとかもリモートに合わせてっていうところをやり始めていったら、すごい、やりやすいな、みたいな感じになっていて、で、本当今はほとんどの開発メンバーも全部自宅でリモート 100% みたいな感じに、なっているのもあって、その全然会社にいる時と変わらず、その開発っていうのも効率よくできていて、そのプライベートとそのこう仕事っていうところをこうすごい今自宅でやるっていうところもあって、すごい住み分けしやすくなったなとすごい感じますね。そうですね、この1年半でなんかどんどんリモートでうまくいくようにいろいろ制度だったり仕組み整っていった感じしますよね。そうですね。あとはあれですよね、ちょっと気象講演の内容に戻りますけども、海外の成長が今年はすごい顕著で、受注比が前年比、740% でしたっけ、すごい伸びてるんですけども、でこう海外のユーザー増えたということで、今回ですね、海外からゲストを招いています。はい、ということで、ゲストになります、ドイツから来てもらいました電池さんです。こんにちは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 。はい、実は電池さんアライブへの出演は2回目なんですよね。1回目がクリエイティブアワーズ2019の表彰式で、出ていただいたんですよね。でご存知の方も多いと思うんですけど、電池さんは VTube スタジオというアプリを個人で開発、リリースされていて、で今年のテーマは NEXT HERO ということで、電池さんはライブ 2D にとっても、あとVTube スタジオのクリエイターの方々にとってもヒーロー的な存在ということで、今回来ていただきました。はい、それでは今回電池さんのストーリーを紹介していただきたいと思います。それでは電池さんよろしくお願いします。There we go. All right. So then, first of all, thanks again for inviting me. I'm really happy to be here today. I'm Vincent. I'm also known as Denchi, and I'm the developer of VTube Studio. But I will tell you a little bit more about myself. Before that, I want to talk about VTube Studio because some people might not know what it is. So what is VTube Studio? It's an app for VTubers, available for iOS, Android, Windows, and macOS, so pretty much all the major platforms. And the main idea behind the app is that you use the very accurate built-in iPhone face tracking and then send the face tracking data to your PC or Mac and animate a live 2D model there based on your face, and then use that to stream to YouTube, Twitch, or any other platform really that you want. And then the app can also just run directly on your smartphone, so you can make videos for Twitter, TikTok, or platforms like that directly on your phone. And I think that's also part why it's become so popular with a lot of young people, because VTube Studio makes that really easy. And recently, VTube Studio has also added webcam, face, and hand tracking, as well as functionality to attach props directly to your model. Right. Okay, so who am I? I go by Denchi, software developer from Germany. And before VTube Studio, I was working in business software development, so quite different from making apps like this. I also like to draw, was always interested in anime, games from Japan, that kind of stuff. About 4 years ago, I randomly came across some tutorials on YouTube on how to use Live 2D. I think most people know those tutorials were made by Brian Tsui, who's a great guy, amazing Live 2D modeler. And I was really impressed by it, was really impressed by what you could do with it. And I wanted to try it out myself. So since I'm a software developer and an artist, I was really interested in using the Live 2D SDK to develop games, mostly visual novel style games. That's why I initially joined Brian's Discord to learn more about how I could do that. And I mostly made models from my own art, tried to make them interactive using the Live 2D SDK. That eventually led to me working on VTube Studio as a hobby project for the Live 2D Creative Awards.
which will be held again this year. Really excited to see what people have in store. And it won one of the awards in 2019, and was really encouraged by that. And as a result, then in June of 2020, I finally released VTube Studio to the public. And now, a bit more than a year after its initial release, with more and more people using VTube Studio, I was pretty much forced to decide what I want to do at that point, because I was effectively working 2 full-time jobs. So about 3 months ago, I decided to quit my job and focus full-time on VTube Studio as self-employed indie developer, which is kind of an odd situation, because like, imagine telling your coworkers of a few years, oh, hey guys, I'll be quitting my job to work on an app with anime girls. It's kind of definitely a little bit of an interesting situation, kind of. But at the end of the day, I'm really happy I went through with it, because I'm having a lot of fun working on this. And that's what I'm doing today. It's been quite a journey, but I'm really happy I did it, because this is by far the most fun I've ever had working on anything. And honestly, I'm really happy to work on such a fun project. I've met a lot of great people as part of it, and also met a lot of people who I would consider my friends today. And I said that before, but I really love working on VTube Studio. It's a lot of fun to see people getting excited on Twitter over new updates, and it's something that I look forward to every time. Really happy with how it worked out, and thankful also to Live2D for making that possible for me. The last thing I want to talk about briefly is where I plan to take VTube Studio from here on out. One thing that I want to do with VTube Studio is I don't really plan ahead that much. I just watch VTuber streams while working pretty much all the time. And I spend a lot of time on Twitter as well to see what people talk about. Then I ask myself, what will make these streams better? What would people like? What would be fun? And then I just go from that. And so far, I think that has worked out. And I don't want to give away any plans, but I definitely plan to focus a lot more on making streaming with VTube Studio more fun. That includes mostly features that make it easier and more fun to interact with your viewers, and also make it easier to collaborate with other VTubers. And I also want to make it much easier for new VTubers to get started. So people who might not even have a model yet. So definitely have a lot planned, and I hope you all look forward to it. Finally, I want to thank some people who are always helping out with VTube Studio. So thanks, Boss, Sorako, Anthem, Luki, Brian, and Soy. Without you, I would have probably gone crazy long ago. So yeah, thanks a lot. And thanks also to Live2D again for inviting me. I think with that, I'm at the end of the presentation. If you're interested in VTube Studio, this is where you can find me. This is where you can find VTube Studio. We have a very big Discord server. I think it's almost 12,000 people now. So if you're interested in VTube Studio, that's definitely the place that you should check out. All right, thanks for listening. はい、デンチさんありがとうございます。いや、Discord のメンバーが、ね、1万人、個人プロジェクトから始まって、ね、1万人以上のユーザーさんがこう日々使ってもらうっていうのは本当にすごいですね。Yeah, it grew a lot, yeah. あとあれですね、プレゼンで当初はライブスタジオを使ったゲーム開発検討されてたっていうのを知らなかったですね。で、今たくさんの方が使うゲームを提供していますけども、VTube スタジオのユーザーさんのなんか使い方だったり、使ったエピソードでなんか印象深いものとかってありますか？ Yeah, I mean there were many surprising things about what people did with VTube Studio. Like the last thing I added was the hand tracking, and I knew people would get excited about this feature. I knew people would get excited about that on social media, but I didn't really expect people to actually use it. Because why would you ever need hand tracking for a 2D model, right? It doesn't really make that much sense. I mean, it makes sense maybe for 3D, but for 2D, maybe not so much. But over the last week or so, since it was released, I saw really some really cool demos. Like somebody rigged fingers to his model playing the flute or playing guitar, which is really surprising to see that people actually use it like that. So yeah, I didn't think people would actually use it in a productive way, but
they did. That was pretty cool. まあ、ハンドトラッキングで使われてたのがすごいびっくりしたっていうことだったんですけど、結構あれですよね、手動かしたいっていう需要は VTuber、ね、博士も動きますし、ありますよね。そうですね、やっぱりみんな手で何かやりたいっていうのがあって、ツイッターとかでもね、よく話題になってますね。こう、絵を描く手を作ったり、さっきおっしゃってたフルートとか吹いてみたとか、結構みんな楽器演奏とかをね、手をかなり細かく作ってやっている印象ですね。はい。そう、この後ちょっと発表あると思いますけど、にじまのユーザーさんもだいぶVTube スタジオはじめストリーミングでの用途が多いと思いますけども、だいぶこう VTube スタジオのインパクトとかも大きいですよね。そうですね、もう本当ににじまライブ後発で出させていただきましたけど、VTube スタジオの進化というところが、VTuber の文化を一つ作ってるなというのをすごく感じてます。はい、ありがとうございます。はい、それではデンチさん、わざわざゲストで登壇していただいてありがとうございます。Thanks a lot for inviting me. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして、キュビズムの佐藤さんからキュビズムについてよろしくお願いします。では、キュビズムの NEXT、について、ご紹介していきたいと思います。まず、事前に、お伝えしたいこととしては、今回、結構いろいろと、ご紹介したいことも多いため、ちょっとボリュームが、結構多めです。時間も限られる、ので、さらっとちょっと流してしまうスライドもあるかと思いますので、後日アーカイブで、じっくりスライドの内容を確認していただければなと思います。それでは行きましょう。まず、今年1年間の発展についてです。今年対応した項目は、こちらになります。昨年に比べて、倍近く、今回は、対応することが、できました。来年もこれまで以上に、改善や新機能といったところを、取り組んでいきたいと思っております。それでは、あれですね、お待ちかねの Cubism 4.2 の、搭載予定になる、新機能に関して、紹介をしていきたいと思います。まずはブレンドシェイプです。こちらは、オブジェクトの、形状に、対して、差分で、加算することのできる機能です。ブレンドシェイプ専用のキーホームを別枠で持つため、キーホームの掛け合わせの量を、抑制することが、できます。例えばその表情変化などですね、細かな動きも、掛け合わせを気にせずにモデリングすることが、できるのがすごい、いいところです。で、例えばこの、モデルですと、実際にその顔の動きに対しては、もともと従来通り作っていて、で、ほっぺの部分だけを今回は例で、ブレンドシェイプで、つけているものになっています。顔の動き付けは別に最初作っておいて、後から、ブレンドシェイプで、形状を変形させることが、できるのが、すごい、良いところという感じになっています。もちろんこの機能は、SDK でも利用することが、できます。それ以外にも、口の変形にも、このブレンドシェイプは使うことができます。あいうえおとかの、あからおの、5つの口の形状に対して、ブレンドシェイプとして、それぞれ別々にですね、パラメータを、用意しておくことで、それぞれの、口の動きに合わせて、形状を、加算させることで、任意の口の形状を、作ることができます。本来だと、通常のパラメータの組み合わせでは、それぞれこの5つに対して組み合わせを、して考える必要があるんですが、このブレンドシェイプであれば独立で、扱うことができるので、その心配はありません。続いて、メッシュ編集を、強化します。最近、エディターで、メッシュの部分コピペ、を対応したんですが、それ以外にも今回は、
選択したメッシュを部分的に反転する、機能だとか、基準に対して、対象に、頂点を、作成する機能など、ですね。こういう感じで頂点でそれぞれ、反対側にも打たれていくといった、こういう便利な機能を、いくつも搭載する予定です。続いて、Mock3 ファイルを、トラックとして C にインポートできる、機能も、搭載します。例えば、ニジマ等で、購入した組み込みのモデルを使って新しくモーションを作ったり、例えば映像作品としてそのモデルを使って、映像を作っていくといったところなどができるようになるので、これまで以上に用途の幅が広がっていきます。続いてパラメータポップアップ、です。アニメーションビュー上で、動かしたいモデルのパラメータを、ポップアップ表示できる機能です。パラメータが多いモデルでも表示したいパラメータを、絞り込んで効率的にアニメーション制作することが、できるようになります。ポップアップした、パラメータは、最小化することで、バッジとして、ビュー上に置いておくこともできます。こういう感じで、バッジに、なります。で、フォーカスを外すとバッジになって、フォーカスしてても、ずっと表示しておきたい場合については、この鍵アイコンをクリックすることで、ロックすることができます。続いては、プロパティフリーズになります。こちらはアニメーション制作で使うと便利な機能の一つです。この機能は、タイムライン上の指定したパラメータの動きを、止めることのできる、ものになっています。特定のプロパティを、止めてモーションの確認ができるので、例えば口の動きだけを、確認したいときなどに便利な機能になっています。このモデルですと体の動きを、止めて、体は動かずに顔だけの表情に、注力できるので確認が、しやすい機能になっています。続いてその他の、改善についてご紹介します。まずは、四隅の形状の自動生成の強化です。自動生成する箇所を、指定できるようになるので、使い勝手が向上できます。こういう感じでどれを生成するかなど、選択して選べるようになります。特殊貼り付け機能では、貼り付け時にキーホームの任意の要素のみを、選んで貼り付けできるようになります。この例では、頂点情報、以外の、要素ですね。こちらを、これから、コピーして、こちらに貼り付けることで、形状以外を、コピペ、できるようになっています。もちろん、そのアートパス以外にも、アートメッシュや、ワープデフォーマーなど、その他のオブジェクトでも、使えるようになります。続いて、パラメータパレットの状態切り替え機能です。これはパラメータパレットの状態を4つまで持つことができるようになるもので、パラメータパレットの中でも連結状態だとか、フォルダの展開状態などもあったりするので、そういったものを保存しておくことができるので、切り替えて使えるので便利です。これ以外にも多くの機能を、搭載する予定です。Cubism 4.2 のまずアルファ版をですね、来年の春に公開する予定です。ユーザーさんからの要望を汲み取りながらブラッシュアップしていきますので、ぜひご期待ください。続いて SDK についてです。SDK の対応予定としては、まずこの Unity 版の、SDK になります。この Unity 版の SDK については、M1 のチップ対応だとか、Android の、X64CPU に対応します。M1 搭載機種での、動作といったところでパフォーマンスが向上しますし、CPU が X8664 に対応するというところで、Chromebook などの、PC でも、動作するようになります。その他 B1 についても、更新を、行います。続いて、ネイティブ版の SDK についても、同様に M1 チップに対応しますし、またメタルの API にも対応します。で、OpenGL からメタルに移行することで、これまで以上に描画パフォーマンスが、向上します。また、カタリストにも、対応します。
これに対応することで、iOS でも MacOS でも、同じソースコードで動作することができるようになって、またそのいろいろな機種で、作っていく、開発者の人にも嬉しい機能になっています。それ以外は、先ほど説明したものと同じになっています。でこれら SDK と Viewer については、12月にリリース予定です。続いて、新しい SDK についてです。今回、新たな取り組みとして、ココスクリエイターに対応したキュビズム SDK をココスさんと一緒に開発します。これまでココス 2DX に対応した SDK を提供してきました。スマートフォンや PC 環境など、様々な環境で動作可能なゲームフレームワークであるココス 2DX は、多くのタイトルに利用されてきました。ココスクリエイターは、ココス 2DX と同様、様々な環境で動作するのはもちろん、ゲームの統合開発環境としての機能も持っています。簡単にワークフローを始めることができ、新エディタやアニメーション編集、アセットマネージャーなど、制作する上での便利で強力なツール意識が備わっています。2D と 3D の両方のゲーム開発に対応しており、さらに無料でオープンソースです。今回 SDK の対応にあたっては、単に動作するだけではなく、ココスクリエイターのエディターとの親和性を高めて、制作しやすい環境を用意する予定です。リリースの日程はまだ未定ですが、ライブ 2D を使ったゲームを作る際の大きな選択肢になるかと思います。ぜひご期待ください。続いて A プラグインについてです。A プラグインについては何かっていうところなんですが、ちょっと、今回はこちらはスキップします。現在の、A プラグインの開発状況ですが、トラッキング機能を、現在ブラッシュアップ中で、12月にその最初に入れたベータ1から、ブラッシュアップを行って、ベータ2に、新しい、使い勝手になるUI を刷新して、リリースする見込みです。より使いやすくなっているかと思いますので、期待していてください。続いて映画研究の状況についてご紹介します。まず Cubism M ですね。これは映像専用の、研究開発版のエディターで、現在、社内で研究開発に、使っています。今回、研究中のいくつかの機能についてご紹介していきます。パラメータの、操作を高度に扱えるようにした、機能です。この機能は、複数のパラメータ値を、スクリプトなどで自由に制御することが、できます。ただこの指が動いているこの例は、高い可動域で、この指の制御を、行おうというところで実験的に作ったものです。で、この指は関節ごとに、分けた部位にパラメータをつけているものになっていて、構造上はすごいシンプルなモデルになっています。で、これを、スクリプトを使って、3次元的に、計算させてパラメータを制御することで、こういった感じの、高い可動域を実現できるようなものになっています。いろいろとまだまだ応用例も今後出てくるかなと思いますので、引き続きこれは研究中のものになります。続いてパーツダイアログです。パーツの個要素の一覧をダイアログで表示できる機能になっています。ハイクオリティなモデルでは、やはりそのパーツの数も多くなってくる。ため、その目的のオブジェクトがすごい探しづらくなってくるんですね。で、この機能では、必要なオブジェクトを、ダイアログとして表示させておくことができるので、その編集する際にアクセスしやすいように、なります。で、続いてオブジェクトのブックマークです。指定したオブジェクトを、お気に入りに入れておくことの、できる機能で、これも先ほどと同じような感じで、アクセスしやすくするための機能として、便利なものになっています。で、続いてこちらの機能です。乗算色と発光色ですね。をキーフォームに持たせることで、モデルの色替えが、パラメータで制御できるようになります。
例えばパーツを暗くしたりだとか、明るくしたりだとか、または塗りつぶしたり、することで、エディター上での色調整だとか、エフェクト、あとはライティングとかですね、豊かなそういう表現が、できるようになります。で、色調整機能というところでは、モデルの色空間を、リアルタイムで変更することができるような機能で、例えばアバターとしてモデルの色味自体を、変えたりだとか、あとは環境光によってそのモデルのその色味を、変化させたりだとか、そういったことができるように、なります。で、これらの機能は、いろいろなこう用途で使っていけるような、ところになっていくかなと思うので、エディター内だけではなく、SDK でもこう使えるようにしていきたいなと、思って、研究の方を、進めています。で、その他、エディターの動作の最適化として、タイムラインやアートパスの高速化も行っています。まだ実験的な部分もあるため、安定性とかを向上させて、ぜひその製品版にも取り込んで、パフォーマンスの向上につなげていきたいと、今考えています。で、続いて、AI に関してです。AI については2019年から、キュビズムで AI を活用していくために、スタートしたものです。今回はキュビズムと AI がどのように活用していくのか、またその研究中の機能について、ご紹介していきます。まず、AI をスタートした背景ですが、ライブ 2D のモデリングが、初心者にとってはハードルが高いと。で、熟練者にとっては、技術や要求レベルの向上に伴って、その分、工数が増えていくといったところで、こういったその、モデリングの作業を AI の技術を使って、支援したいというところで、研究の方をスタートしました。で、具体的にどういうことかというと、まずこの図を見てください。この一番上のある、従来と書いてあるところが、これまでのモデリングの作業で、素材分けなどモデルを作り始めるまでの、作業や最低限モデルを動かすまでに、必要な作業などっていうところで、これらに大きな、コースを割く必要が現状あります。で、図で言うと、このオレンジ色の部分ですね。で、後半のこのクオリティアップというところは、クリエイターの方が動きに独自な表現を入れたりだとかいうところで、モデルをさらに魅力的にする部分になります。で、今回、従来についてはこのぐらいかかっているとしたときに、AI 支援によってどうなっていくのかというと、この前半部分のこの部分が、に対して工数を AI の支援で削減することで、その分空いた時間にこれまでのクオリティアップの部分を、使えるようになると。で、さらにそこから空いている時間をさらにクオリティアップにつなげれるといったところで、クリエイターの方が、このクオリティアップの作業により集中できるような、時間を確保していけるようにしていくっていうのが、この AI の支援の、目的となっています。で、ここでは、いくつか、AI の支援機能について、研究の、内容をご紹介していきます。こちらは、顔の XY と四隅の生成を AI が大まかにやってくれる、機能になります。左の図では、まず、このダイアログですね、の、もので、簡単な設定を行うだけで、自動的にこういう形で顔の XY 付けを、行ってくれる機能になっています。で、細かいその調整といったところに関しては、ある程度この、こちらの右側のダイアログで、調整することが、できます。こういう形で目の位置とかを、調整したりだとかが、できます。で、これらで、この機能で、ざっくりと、大きな、動きをつけた後には、クリエイターの方は、キャラクターの魅力を、より引き出すための、細かな調整に工数を避けるようになります。で、続いて、
音声認識を用いて自然で滑らかな口型の遷移を、実現するリップシンクの研究についてです。あらかじめ口の動きを、モデリングしたモデルに対して音声を認識して自動的にタイムライン上に、音声に合う口型のキーを生成してくれるものになります。音声から、生成した口の動きについて実際に見ていただきたいと思います。どうでしょうか。今回はライブ 2D でのモーションの作成についてサンプルモデルを使用して解説していきます。口のもう一回再生しますが、今回はライブ 2D でのモーションの作成についてサンプルモデルを使用して解説していきます。自然な口の、形が、滑らかに、遷移が、できていることが、わかるかと思います。この機能はこの右側の UI を使って、いくつかパラメータを設定するだけで自動で、キーを生成することができます。こちらも、作成した後に、クリエイターの方はこれまで通りタイムラインで微調整を行うことが可能です。その他の取り組みについて最後ご紹介していきます。まずこちらですが、国内コミュニティを新サービスへ移行します。使いやすくなりますので、公開までしばらくお待ちください。12月公開予定です。学習コンテンツの、多言語化については、今、海外での需要も、とても増えてきているので、急ピッチで進めていきます。で、最後です。SDK のワークショップでまた、面白いことを、やる予定です。12月に開催予定です。といったところで、ちょっと駆け足にはなってしまいましたが、キュビズムからは以上となります。12月にいろいろとリリースが、控えていますので、ぜひその楽しみにしていてください。ご清聴ありがとうございました。はい、佐藤さんありがとうございます。いや、盛りだくさんでしたね。はい、4.2 の新機能、あとSDK、AE プラグイン、あと映像 AI 研究、本当にたくさんあったんですけども、一デザイナーとして何か気になった部分はありますかね、博士。いやー、すごい盛りだくさんですね。いや、もう、どうしましょうね。言いたいことたくさんありますけどもまずブレンドシェイプはね、あれは画期的ですよね。もう多分VTuber 用途でモデルを作ってる人たちもすごく困っている部分にダイレクトにこう聞く機能かなというところで、表情をね、たくさん増やしたいけど、掛け持ちが大変で、なんともいかないっていう人たちがね、すごい喜ぶと思います。顔 XY の部分とか、あれもユーザーさんがね、一番困る部分というか、なかなか正解にたどり着かない部分なので、かなりこれはね、役立つんじゃないかと思いました。ありがとうございます。ですよね。あとは制作でいうと、なんか進行管理だったり、企業さんのプロパティフリーズとか、モーションの確認だったり、リアルタイムのプロジェクトでも映像のプロジェクトでも、なんかすごい役立ちそうなものがいっぱいあったんですけど、石川さんから見て、なんか気になった印象深いところとかありますか？そうですね。全体を通して、先ほどのその AI のところでもありましたけど、最低品質のところっていうのは、工数がぐっと下がって、AI の手助けも借りながら、クオリティを上げられるところに、クリエイターが注力できるっていうところは、すごく求められてるかなと思うので、そこも含めて、いろんな新しい表現みたいなところは、目指しやすくなるんじゃないかなというふうに感じてます。はい。アルファ版、で、ユーザーさんにもまた参加していただいて、意見聞いてっていうことなので、また12月中にいろいろ発表あると思うので、皆さんお楽しみに、ご期待くださいという感じですね。はい。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、はい。すみません。AI はやっぱりすごいいろんなところで研究してると思うんですけど、うちとしてはやっぱりクリエイターさんが、全自動でクリエイターさんに変わるものを作るとかじゃなくて、エディターと含めて、効率よく作って楽しくやれるための支援をするっていうために AI を積極的に活用していきたいなと思ってますんで、ぜひ AI と一緒にいいものを作ってもらえたらなというふうに思っています。リリースがすぐっていうわけじゃないんで、ご期待くださいという感じですね。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、新島の上島さんより、新島について発表よろしくお願いします。
それでは、にじまのネクストということで、キュビズムグループにじまチームの上島の方から発表させていただきます。よろしくお願いします。にじまサービスは2017年のサービス開始から今年で3周年を迎えることができました。にじまのデスクトップマスコットやにじコン、にじまライブなど各種コンテンツを現在提供しております。2020年から2021年にかけては大きな成長を見せまして、アカウント数が 230%、クリエイター数が 255%、作品掲載数が 280% と 288% と、それぞれ大きな増加になりまして、多くのユーザーさん、クリエイターさんに支えられるようになりました。数多くのイラストやライブ 2D 作品がにじまのプラットフォームから生まれるようになっています。続いて、各種サイトの拡大とともにですね、作品取扱高も大きく伸長しております。コロナによる巣ごもり需要であったり、VTuber 人口拡大などの市場要因も追い風となりまして、前年同期比 451% 大きな成長を遂げました。これらの成長には主に2つの要因があると考えてまして、1つはハイクオリティな投稿作品の増加ですね。2ヶ月に一度、定期開催でニジコンを行ってまして、このニジコンの受賞を目指したクリエイターさんがハイクオリティな作品を投稿してくださり、作品がそのまま販売されるという循環が生まれて、ニジコンを通じて多くのクリエイターさんの売り上げが増加しました。で、2つ目には、オリジナル VTuber モデルの需要拡大です。にじまの購入者アンケート、キュビズムの先ほどの利用用途にもあった通りですね、ライブ 2D モデルの利用用途というところが、今、にじまの方では 90% 以上のユーザーが VTuber モデルの活用を上げてます。で、オリジナルモデルであったり、汎用的なモデル、どちらもライブ 2D モデル非常に人気が高まっているんですけれども、特にですね、世界に一つだけの、自分だけのオリジナルモデルというところを求めて、高単価のモデルを購入するユーザーさんが非常にここ1年で増加をしました。はい。で、にじまサービスが大きな成長を遂げていることを数字的な部分でさらっとお伝えさせていただきました。で、さらにこの今成長を加速させるためにですね、2021年9月にライブ 2D 公式のトラッキングソフトであるにじまライブをリリースいたしました。初心者からプロまで、誰もが簡単に VTuber になれることを目指したトラッキングソフトになっています。非常にリリースから各クリエイターさん、VTuber さんから好評をいただいているアプリになっています。ここで簡単にですが、にじまライブサービスの特徴をいくつかご紹介させていただきます。1つ目の特徴は、操作がわかりやすく、初心者でもすぐに配信ができる点です。シンプルな左側にあるメニューの方からですね、モデルを選択いただいて、自動読み込みで表示されるカメラがありますので、そちらを選択すれば、右の動画のようにすぐにモデルを動かすことができるようになっています。で、サンプルモデルも10体ほど用意しているので、すぐに配信も行えます。で、2つ目の特徴が、配信がより面白くて楽しくなる機能というところで、コラボ機能になります。で、このコラボ機能は、コラボ相手にモデルデータを送信をすることで、高品質な映像を視聴者さんにお届けすることができます。で、最大8人まで一緒に配信ができますので、ぜひ無料ライセンスから一度どんな感じなのかを試していただければと思います。最後の特徴ですが、アプリの一つで自由自在なモデル調整ができる点です。で、今表示しているのはパラメータ機能という、どのパラメータを何のトラッキング項目で動かすかを設定することができるようになっています。目とか顔とか口などのトラッキング項目ですね。で、今、ここの動画の中では、動きの設定という機能を使って、体の回転 X や Y の再生を反転して、顔の動きと体の動きに違いをつけて、より女の子らしい動きというところを実現しているものになっています。で、このようにですね、さらにいろいろ調整ができるようになっていて、モデラーにお願いをしなくても、アプリ一つで配信者のこだわりの動きを調整できるようなアプリになっています。
以上が、にじまライブの特徴でして、現在、にじまチームで、にじまライブはユーザーさんと開発チームのコミュニケーションの活性化のために、近日で Discord のサーバーを公式として運用予定です。また、詳細別途お伝えさせていただきますので、ぜひ Twitter とか公式メルマガチェックいただければと思います。で、最後に、にじまの NEXT である今後の展望をご紹介します。今後、にじまはですね、新規にサービスをリリースしたにじまライブとともに、さらなるライブ 2D マーケットの拡大を目指していきます。主ににじまではですね、世界のライブ 2D 作品取引プラットフォームへ、というところを目指します。海外での、需要拡大に、伴いまして、今、にじまの方でも法律とか税務の準備をどんどん進めている状況になっています。またですね、サービスとしては、ライブ 2D を通じたクリエイター活動の支援を強化するところを目指して、ニジコンの審査員に有名なクリエイターさんを招いたり、新人のクリエイターさんの作品を一緒に PR していったり、創作活動を応援できる企画をどんどん進めていきたいなと思っています。また、サービスの拡大に伴いまして、購入者さんにも、より良質な作品の提供であったり、安心した取引体制の強化といったセキュリティ面での体制づくりも注力いたします。次に、にじまライブの方ではですね、フェイストラッキングアプリのライブ 2D 表現の追求を目指します。こちらもにじま同様に、今、海外需要が非常にありますので、海外展開ができるよう準備を進めています。トラッキングアプリとしては、ライブ 2D 公式としての独自機能や表現技術の追求を目指してまして、先ほどあったキュビズムのリップシンクと様々な連携や、そしてアプリとしての機能の拡張に、努めていきます。また、トラッキングアプリとしては VTuber 以外の利用用途の拡大も目指して、例えばモーションキャプチャーソフトとして何か法人に活用いただいたり、会議ツールとしてご利用いただくことなども想定をした上で、にじまライブの開発を目指して、様々な方面でライブ 2D を使っていただくというところを作っていけたらなと思っています。以上のようにですね、にじまライブの2本の軸として、ライブ 2D マーケットの拡大と、そしてライブ 2D のカルチャーを広めていくべく、ライブ 2D を通じたクリエイター活動を支援していけるように、にじまとしては頑張っていければなと思っております。以上がにじまの NEXT です。はい、ご清聴ありがとうございました。上島さん、ありがとうございます。いや海外展開だってきましたね。いやもう本当すごい要望多くて、この前にやってた海外クリエイターのセッションでも、英語のディスコードの方で毎日5件オリジナルの案件の仕事の募集があるらしくてですね、プレゼンの中でもありましたけど、世界に一つだけのアバター欲しいっていう需要は本当に世界中であるんだなっていうふうに思いましたね。で取扱高が前年比 450% と、もう本当に成長目覚ましいんですけど、この成長痛というか、サービス運営で成長してるからこその苦労だったり、エピソードみたいなのありました？そうですね。去年、やっぱり1年間で大きな成長になりまして、やっぱりユーザーさんとかクリエイターさんの要望もとか問い合わせもそれに応じて、ぐわっと上がってきて、なかなか体制作りとか、それに応えるための迅速な開発スピードとかに苦労している点ではありますが、一方で、いろいろなアイディアとか、こうしてほしいっていうところがすごく届いているので、それに応えるために、日々、チーム内で、頑張って話し合ってます。ユーザーさんからのアイデアっていう意味では、にじまライブもだいぶユーザーさんからのアイデアを取り入れながら開発されてた印象ですよね。そうですね。特に、にじまライブの方は、VTuber 兼ライブ 2D モデラーとして活躍されている神渕ひものさんの方にも一緒に、開発サポートいただきまして、ユーザーそこのお声があったからこその、今、にじまライブでいろんな方々からいい評価を得ていただいているというところがあると思ってます。博士からもいろいろと今アドバイスをいただいているので、
頑張っていいものを作っていけたらなと思ってます。どうなんですか、博士。はい。そうですね。今実際ね、私も使わせていただいております。にじまライブ。はい。これ、塾の方でね、配信で実際に使いながら機能紹介をした回があるので、ちょっと宣伝になりますが、塾の方に来ていただくと、詳しくね、動画で見れるので、見てほしいんですけども、本当にいろんな機能がね、ユーザーにとって嬉しい機能がすでにいろいろ入ってるってのもあるし、開発陣がすごく、こまめに話を聞いてくれるというか、こういう方がいいなっていう要望をすぐに聞いてくれるので、今後の発展もね、すごく楽しみというか、はい。楽しみにしております。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、飯島の発表でした。続きまして、ライブ 2D 塾、博士より塾についてよろしくお願いします。はい、ライブ 2D 塾の NEXT を私、シャーリー峰幸博士から、お話しさせていただきます。はい、まずはですね、塾の概要なんですが、ライブ 2D 塾は、ライブ 2D クリエイティブスタジオが運営しているライブ 2D のオンラインスクールとなってます。楽しみながらしっかり学ぶ、スキルにつながるっていうね、コンセプトでやっております。で、YouTube のメンバーシップ登録で月額990円で、ライブ 2D 学び放題っていう感じでやっております。ライブ 2D 塾では、まず動画講座を用意しています。で、動画講座の方では、初心者から上級者まで学べるライブ 2D のノウハウっていうのを公開しています。今公開しているものだと、まず基礎編っていう感じで、初心者がしっかり学べる講座っていうのと、VTuber 向けモデリングっていうね、今需要の高い VTuber 向けのモデリングの講座であったりとか、あと、イラスト1枚絵をこう動かすみたいなメイキングの講座であったりとか、最近、ちょっと中級者以上の人向けの、時短モデリングみたいな、そういったテクニックも公開しています。で、塾面、ライブ 2D 塾をやってるメンバーのこと塾面っていうんですけど、塾面からはめちゃめちゃ分かりやすくていいだったりとか、基本的な作り方から、VTuber 向けのモデルまで解説していて、すごくいいというふうに言ってもらっております。はい。で、あとは生配信もやっております。YouTube の生配信をやってます。そこでは、リスナーの作品ですね、ライブ 2D 作品を添削したりとか、あとは、開発チームとか、にじまチームとかね、ゲストを呼んで、塾面と、ブレストというか、一緒に意見を交換するっていう、そういうような生配信もしています。でね、開発チームに来てもらったときに、塾面からいろいろ要望をもらったんですよね。機能面でこういうのがあったらいいなっていうのを結構もらって、そしたらね、開発チームがこうすぐに取り入れて、そこに貼ってますけど、機能をね、入れてくれたっていうような流れもできており、とっても楽しい配信をやっていますので、はい、そんな感じでやってます。はい。で、NEXT というか、塾の新サービスと言っていいのかあれですけども、塾もね、英語字幕対応を予定しております。今までもスタジオの YouTube チャンネルって結構海外の人、登録者が海外の人が結構多いんですよ。で、そういうこともあり、生配信とかでも、イングリッシュプリーズというふうにね、言ってもらったりしてたんですけど、ついに英語字幕を対応する予定となっております。はい。そして、他にも新サービスいろいろ予定しておりまして、ライブ 2D のクリエイターだったりとか、絵描きさんとかね、クリエイターを巻き込んでコラボ企画とかをやっていく予定です。ゲストを呼んで対談したりとか、いろいろね、楽しい企画をやっていこうと思っています。はい。で、今後の公開予定は、ざっくりこんな感じになってます。毎月何かしら動画講座が上がっていくイメージですね。で、それと加えて、英語字幕対応とクリエイターとのコラボっていうのは毎月実施する予定でいます。はい。で、塾面のね、声というか、要望に合わせていろいろと講座を追加していく予定です。はい。ということでね、もし塾に興味が出た人は、メンバーシップ登録をお待ちしております。はい。ぜひ
メンバーシップ登録と、チャンネル登録と高評価とツイッターのフォロー、もろもろよろしくお願いします。はい、以上、塾のネクストでした。はい、博士ありがとうございました。ありがとうございました。英語字幕対応、大変だと思いますけど、すごい要望あると思うので。そうなんですよ。めちゃめちゃ要望があって、はい、ようやく対応します。あれ、塾開始、サービス開始いつでしたっけ？8月。8月ですね。なんか、オンライン講座っていう感じで始まったんですけど、結構添削したりとか質問回答したりコラボしたり、なんかこう一方通行っていうより本当に双方向性な感じでやってますよね。そうなんですよね。やっぱり今の時代の学び方として、そういうふうにこちらから情報を発信するだけじゃなくて、ユーザーと一緒に育てていくというかね、一緒に一番その時いいものを出していきたいっていうのがあるので、こういうやり方になっています。11月15日、先々週ぐらいかな、アライブについての放送もありましたけど、はいはい。見ててコメント欄見てると、なんか本当にいろいろ参考になるというか、勇気づけられるみたいなことありますよね。そうなんですよ。みんなね、本当塾面のみんなあったかくて。はい、すごくね、開発チームにもね、来てもらった時もすごく熱いコメントをね、たくさんくれたりして、はい。そうですね、佐藤さんも塾に出演したことがありますけど、なんか開発目線での影響というか、なんかあります？そうですね。やっぱり、その時は、何かキュビズムエディターとか使っているところで困ってることないですかみたいな、ちょっと要望を、ユーザーさんから、聞くっていうところの、場だったんですけど、やっぱりその開発の中で、ちょっと汲み取りやっぱり切れてなかったりすることとかを、すごい、こう、率直な、生の意見ですごいいただいたりとか、で、これどういうことかなっていうところをこう喋ってると、またコメントしてくれたりで、結構詳しく書いてくれたりっていうところで、そういうこう、次の、より良くしていくための、すごい要望とかをすごいいただくことができたので、すごいこういうそのユーザーさんとこういろいろ関わっていくっていうところすごい楽しいなっていうふうに思ったので、また、塾の配信とかにもちょっとまた出ていろいろと予防とか聞いていきたいなと思っています、ね。はい。来てください。はい。お願いします。はい。続きまして、最後の発表になりますね。はい。企画制作、石川さんから映像プロジェクトについてよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。私の方からですね、映像プロジェクトの NEXT ということで、長編アニメーションの実現に向けた、取り組みなどをですね、ご案内させていただきたいと思います。今ですね、長編アニメーションの実現に向けて、このような取り組みを行っております。表現、機能の、各種研究ですね、こういったことをやりつつ、一方でですね、トライアル制作と、過去にいくつかの作品を公開させていただいたりしておりますけれども、この研究とトライアル制作というものを、交互に、やりながら、お互いに、いろいろな課題を、解消して改善していくというような取り組みを行って、新しい、制作体制であったりですとか、表現といったものを模索しているというような、取り組みをやっております。その中の、流れでですね、一部、機能が、製品化の方に、行ったりですとか、先ほどのキュビズムの、案内でもありましたけれども、その中の取り組みの結果も、一部の製品にも反映されているというような、状況になっています。で、今のですね、制作体制ですけれども、このような形になっております。左からですね、インタラクティブという記載がありますけれども、こちらはですね、社内の、制作のユニットのことを指しているんですけれども、SDK を使った、ゲーム等のですね、リアルタイムの表現、そういったものを、制作していくというチームになっていまして、いわゆる、ゲームタイトルとか、そういった制作を、やらせていただいているという形になります。今年は、非常に大物のですね、VTuber さんの、制作を、手伝わせていただいたりですとか、まだ、発表できないような、非常に大きな作品の制作も、
担当させていただいたり、非常に様々なところでですね、頑張っている、ユニットになっています。で次はこのムービーですね、も、13名という体制ですけれども、基本的には先ほどありました通り、いろんな表現研究をやって、トライアル制作もやりつつというような形で、映像を中心とした、ユニットという形になっています。で、クリエイティブディレクターが今4名ということで、こちらはユニットに属さず、すべての、制作を見ていくという立場の、スタッフが4名、いて、最後はプロジェクトマネージャーですね。いわゆる制作進行的な、形のスタッフが今現状7名というところで、今、総勢37名という体制なんですけれども、今後はですね、引き続き、採用強化しながらですね、1年くらいをめどに、50名くらいの、規模に、持っていきたいということで、今、様々な、採用活動の方も、やらせていただいているというところで、毎月ですね、採用説明会の方も実施させていただいたりもしております。活動事例の方をですね、ご案内させていただきたいと思います。まず、先ほど新島の、ご案内もありましたけれども、そちらで、制作した新島 PV というものがこちらになります。次は、こちらのですね、続きましては、細田守監督作品の、竜とそばかすの姫、こちらの一部カットを担当させていただいています。担当したですね、アニメーション等については、クリエイティブスタジオですね、ウェブサイトで一部ですけれども、ご紹介しておりますので、ぜひ、機会があればですね、ご覧いただければ、幸いです。続きましては、こちらのプロジェクト、TR3 という形になりますけれども、こちらは、どういったものかというところですけれども、映画に向けた取り組みということで、こちらに書いてある通りですね、非常に、多くの課題といったものが今、やはり見えてきていて、一つ一ついろんな形で、それらを乗り越えようと、してはいるんですけれども、なかなかいろんな、体制の構築していくのにも、非常に難しさも、ありつつ、今回からですね、この制作開発が横断的に取り組むプロジェクトとして、TR3 を、立ち上げて、様々な、こちらの研究作品といったものを、担当してやっていくということで、今、進めているプロジェクトです。で、こちらは、キャラクターの、一人で、朝日千佳というキャラクターですけれども、こちらは手書きアニメの動きとイラスト表現の映画を、現実的なコストで生み出すというところで、今様々な、研究を進めてますけれども、まず、ライブ 2D 社としては、最初に目指すべき表現を決定して、表現を絞っていくということで、制作フローの確立と、必要な技術の研究開発を同時に行って、プロジェクトを加速させていくということで進めております。ライブ 2D でしかできない表現の追求ということで、いろいろな、表現にトライしているんですけれども、このような、繊細なシワの陰影表現とか、髪の毛の、表現とかですね、通常のアニメーションではなくて、ライブ 2D ならでは、それで実現できるような
表現、そこにフォーカスして、まずキャラクター、表現といったものを絞り込んで、新しい映像表現ですね、作っていくという形になっています。こちら、ちょっと一部ではあるんですけれども、制作中のカットを紹介させていただきます。今の映像は制作途中ということで、ブラッシュアップもしていくんですけれども、この TR3 ですね、これからはこのライブ 2D ならではのこのリッチな表現というところは、こだわりつつですね、今までトライしていないようなですね、ワンカットで少し長回ししているような、カットですね。ちょっとライブ 2D としては避けたり、しがちな表現といったのをあえて挑戦していくと。こういった大胆な動き、カットといったものに挑戦していこうということで、今取り組んでいるところです。で、加えてですね、外部のスタジオとか、クリエイターさんと積極的にコラボレーションして、これまでにない新しい表現、制作体制を、作ってチャレンジしていきたいなというふうに考えています。体制強化ですね、様々な研究、施策といったものは引き続き行いまして、ライブ 2D による長編アニメーション実現していきたいというふうに考えています。それでは最後にですね、クリエイティブスタジオのですね、2021のショーリールの方をご覧いただければと思います。鹿さん、ありがとうございます。冒頭に50名体制になっていくというところだったんですけども、はい、映画、長編の映画制作できるぐらいの体制を整えていくっていうところで、50名ぐらいになってくると、リモートでのコミュニケーションも結構大変そうだなと思うんですけど、これまで工夫してきたところとかってあります？そうですね。おかげさまでリモートに移行した時に、業務上は結構スムーズに、いったという印象で、プロジェクトの管理の仕方とか、コミュニケーションの仕方っていうのをすべてオンライン上でやっていたりしたこともあって、割とスムーズにいったと。で、あとは、ミーティングとかの直接のコミュニケーションっていったところがやはり課題としてあって、それらは今、だいぶ、Zoom 等も含めたこういった形での対応で、だいぶ慣れてきて、かなり今までと変わらない体制といったものが作れたんじゃないかなと思います。メリット、デメリットがあるんですけれども、今のこの、やり方でも、十分、良い体制を作っていけるんじゃないかなという手応えは感じているというところですね。あれですね、スタッフの人とも話してると、オフィス、バーチャルオフィスで会議室でずっと接続しながらデザイナー作業してたりとか、あとあれですね、制作のフィードバック、ディレクションとか録画して共有したりとか、すごいリモートならではの工夫がすごいあるなっていうふうに感じていますっていうか。そうですね。みんなそれぞれ、現場で知恵を絞っていろいろなやり方でやっていて、今、戸田さんが言ってくれたように、いろいろなツール
テクノロジーを使って、今までにないようなやり方でやっていることもあって、かなりスムーズにいっているのかなという印象がありますね。はい、そして TR3 トライアル3段目というところで、コンセプトにライブ 2D でしかできない表現の追求ってあったんですけども、これあれですよね、全体監修として中条さん入られてるんですよね。そうですね。はい、そのあたり、中条さん、何かありますか？そうですね。開発の、私、役員でもあるわけですけど、そこからさらに開発目線でも、やっぱりキャラクターを一個絞った方が、やっぱりこういう機能が必要だよねとか、そういうところがあって、何でも作れるっていう風に育ってるっていうのはすごい難しかったので、そういった目線も含めて、一回ちょっと今回のプロジェクトを統括させてもらって、一緒に開発目線と制作目線、さらに融合させて、こういったものに絞って、まずは効率よく手書きアニメのようなクオリティの動きを達成するぞっていうのを一緒にやっていますが、すごい苦労もしてますが、まだまだこれからって感じで、徐々にいろんな作品皆さんに届けられるかなと思うので、ご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。それではお時間も少し迫ってまいりましたので、最後に今回の基調講演、あとアライブ2021総括を中条さんの方からお願いします。はい。そうですね。ライブ 2D 社15年を超えて、人数も100人超えて、で、本当にすごいアライブで直接お会いしたりしたクリエイターさんとか、本当にいい方々に支えられて応援されて、すごい成長することができて、それが海外にも広がって、先ほどのデンチさんとか、YouTube スタジオみたいな広がりもあって、アメリカでも売れてっていうことで、ただの一ソフトウェアから、本当にプラットフォームというか、マーケットというか、2D による最大限の表現を目指すマーケットみたいな感じで、本当に世界中に広がってきているなということで、それをやっぱり、うちで独占するんじゃなくて、みんなと一緒に育てていって、世界中のクリエイターが、そこでいいものを作って、稼ぐこともできてっていうのを、いかに大きくしていくかっていうのが、これから、ネクストというか、ここから5年、10年という間に、本当にすごい規模になっていったらいいなというふうに思っていますので、ライブ2の進化とか、表現の進化とかも含めて、一緒にみんなと成長させていきたいなと。世界中のみんなと一緒に成長させていきたいなと思いますので、一緒にライブ 2D 育てていきましょう。はい。本日はありがとうございました。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 はい。ということで、基調講演、これでおしまいですけども、皆さん見てる方、感想とかはね、左下にあるハッシュタグで、ガンガン、シェアしていただければなと思います。あと、この講演は、アーカイブでもご覧に、なれるので、後日また見返していただければと思います。はい。それでは、また来年かな。その前にまた会えればいいですけども、また来年お会いしましょうというところで、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。